はいどうも料理人 VTuber の高見仁でございます。ということでね、今回の台所革命の主なテーマはこちらですね、塩になりますね。で、塩なんですけども、いろいろありますよね。で、今回はですね、その数あるその塩の中でいろいろこう紹介すると結構大変ですので、私が自宅で使っている岩塩と海塩両方ちょっとねご紹介させていただいた上で、塩の振り方だとかをちょっとね実演でお見せして、でなんでねそういうことになるんですかとかいうところもちょっとねお話しします。で、後半ですね、会話チャートの後半の部分ではもうよりね専門的にちょっとお話ししたいなと思っておりますので、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それじゃあね早速皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーのドン。はい、じゃあね、塩の方紹介していきます。まずは海塩の方ですね、海の塩ですね。こちら株式会社天海さんの平釜塩を使ってますね。で、小さい粒もあったり粗い粒もあったりとあるんですけども、こちらね海塩ですので、非常に溶けやすいっていう特徴があります。で、結構ですね普段使いで、使ってたりとか、あと動画なんかでもねよく使ってる塩になってますね。はい、こちら岩塩ですね。こちら、ジャパンソルト株式会社さんが販売元になっておりますアメリカミシガン州の岩塩になります。で、こちらですね、ホワイトロックという名前の岩塩になりますね。はい、こちらが岩塩のホワイトロックですね。で、こちらもう完全業務用、見てね、わかると思うんですけども、私がねお店を任されてシェフとして立つ場合はもう間違いなくこのホワイトロックを間違いなく使うというようなものになりますね。ただ本当に使い方が難しいですので、かなりプロ向きの仕様になっております。はい、理由はねまた後ほどお話しいたします。はい、ではね、つかみ方なんですけども、親指、中指、人差し指、この3つでねこんな感じで握ります。で、あとはね上から振っていくだけなんですけども、この時にね私はもうすごい厳しいシェフから、この時に掴むグラムが1グラムであるように鍛えられましたね。はい。でこんな感じで、振っていくんですけども、今ちょっとねわざと低い打点から振ってます。ちょっとねまだムラあるんですよね、この高さですと。ちょっとね何回かやりますので、ちょっとねこの振った時のこのね雰囲気とかちょっと一回目で見ていただければ、ちょっとね真ん中の方が多かったりとかするんですけども、じゃあこれをですね高い打点からやると本当に広がるのかっていうところをちょっとこれからお見せしますね。低い打点ですとどうしてもこうなってしまうっていうのをなんとなくこう見て思っていただければ。では高い打点から振っていきましょう。どうでしょうかね。平均的にいったんじゃないでしょうか。はい、こんな感じですね。これが打点の高さの理由だったりしますね。はい。では黒い皿でちょっとやってみましょうか。こんな感じですね。はい、ではねもう一回やってみましょう。こんな感じで振ってもらえれば OK です。ではちょっと番外編ですね。こんな感じで振ることもありますが、これはもう本当にお客さんへのデモンストレーションでやるときの塩の振り方になりますね。はい。ただこれをやると、こういう感じでね、当然床が塩まみれになりますのでね、これはあくまで現場でやるようなやり方ですね。はいどうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。塩のね、私が使ってる海塩と岩塩のご紹介、それと塩の振り方をご紹介させていただきました。で、ここからはね、ちょっと専門的なお話をさせていただきます。はい。
で、よくね、皆さん疑問に思っているであろう、安い塩と高い塩ってどうなのっていうお話ですよね。で、まずここで前提としてちょっとね、お話しさせていただきたいんですけども、安い塩を、99% ナトリウムの、精製塩っていうところで位置づけさせてください。で、高い塩っていうのが、今回私がご紹介した平釜塩だったりとか、ホワイトロックのような岩塩だったりするものを高い塩として、ちょっとね、ご紹介させていただきたいんですけども、その時にですね、まず、先にちょっと答えの方から言うと、高い方の塩がいいです。はい。絶対的にそっちの方がいいですよっていうお話をさせていただきます。はい。で、なんでかっていうことなんですけども、今回ね、私がご紹介したこの高い方の塩になるんですけども、こちらには当然ミネラルというものが入ってます。マグネシウムだったりとか、カリウムだったりとか、カルシウムだったりとかっていうものが入ってますね。で、この中で、実はナトリウム、マグネシウム、カリウム、カルシウムといろいろあるんですけども、一番塩味を感じる物質ってどれだかわかりますかっていうお話なんですよね。で、この時に、一番塩味を感じるのがマグネシウムになります。はい。で、これがですね、実はちょっとこう今まで、生鮮塩、食卓塩ってやつですよね、を使ってた人が、ちょっとこう高い塩にこう手出してみて使ってみたら、あれなんかすげえしょっぱく感じるなっていうのは、そういった原因があります。マグネシウムが入っている、塩を急に使い始めて同じような感覚で、使ったからその分で、マグネシウムの感じる塩味が強く感じて、しょっぱく感じたっていうところで、そういった経験ある方間違いなくいらっしゃるんじゃないかなと思っております。はい。で、じゃあなんでね、このプロはこのマグネシウムとか、ミネラルが入った塩を好んで使うのかっていうことですよね。ここが一番のフォーカスするべきポイントなんですけども、私は基本的にこの塩というのは特にホワイトロックなんかはそうなんですけども、もう仕込みの時点からですね結構使ったりします。はい。で、これがですね理由がありまして、まずこのマグネシウムというものなんですけども、旨味とのですね、こう直結するものになってくるんですね。で、今ちょっと簡単に直結するなんてお話はしたんですけども、素材のですね持ってる旨味を強制的に引き出す力があります。はい。で、その引き出したところをかなり強い力で引き出して、でかつそれが口に入った時にですね、口の中で何が起きるかっていうと、口の中に、下ですね、下にある旨味の受容体にですね、このマグネシウムと旨味ががっちりですね、鍵穴でガチンとね、決まるんですね。となると、ものすごい旨味を感じるのがこのマグネシウムの役割です。はい。この旨味受容体にしっかりですね、もうその旨味をこうガチッとはめるっていう効果があるっていうところで、我々プロはこの肝炎だったり岩塩っていうのをすごい好んで使うっていうところはそこになります。ですのでこれは安い塩、つまり生鮮塩では 100% できない技になってきますね。はい。で、もう一つはこのミネラル入っているミネラルがですね、例えばマグネシウムそれとカルシウムですね、肉とか魚にこう振った時に、表面のですねタンパク質の表面をキュッと固める効果があって、でこれ旨味が逃げないように、凝固してくれる効果があります。でそれによって、水分は外に出るんですけども旨味は逃がさないっていう、大きな役割があるので、ですので、私はよくペーパーで、水分を取ってからこのね、この塩に、塩を振ってるっていうのはそういうことになってきます。はい。ですのでよりこう噛んだ時に中のこう旨味がねぐっとこう感じるようにするためにまずペーパーで水を取ってから塩を振っているっていうようなところになりますね。はい。それとですねよくあるこう電動の電動ミルとかでこう塩をねガリガリガリってこうやるシーンとか見たことありませんかね。あれなんでなんですかっていう、こう若手の子たちからもこう質問あるんですけども、塩をなぜこうやって、削って、仕上げで削るかっていうことなんですけども、削った瞬間どうなってるかっていうと、要は尖っ
ってますよね。角が立ってますので、いろんなところをこう角が立ってますから、表面積が多くなってくるんですね。で、そうなった時に、口の中に運んだ時に、こう、口の中の唾液で、瞬時に溶けるスピードがあるっていうことなんですよ。これが、例えば、粒の結晶ですと、周りが、当然、こう、我々手でね、手だったりとか、袋だったりとか、缶の中だったりとか、こう、動いている中で、この塩が、こう、角が取れてくんですよね。物理的に。で、なんですけども、このミルでね、こう、電動ミルでやったものっていうのは尖ってますので、当然この溶ける速度っていうのがものすごい速いので、ですので、プロは最後の仕上げで、こう、塩をね、ミルで、こう削ったものを出すっていうことはあります。はい。よくね、これよく聞かれるんでね、ちょっと今、お話しさせていただいたんですけども、ただ、これ仕込み中に電動ミルとか使うのは全く意味ないので、これはね、覚えておいてください。あくまで仕上げでお客様にご提供する直前のところで、こう塩でね、塩をミルするっていうところはあります。はい。で、よくあるね、こう、ご質問の内容としてあるのが、こう、魚にしてもお肉にしても焼く前に、こう塩を振った方がいいのか、それとも、焼いた後に、振った方がいいのかっていうね、お悩みあると思うんですけども、ここは目的に応じて変えるっていうところですね。で、まず、焼く前に塩を振るっていう意味合いにおいては、まあ、表面のね、タンパク質をこうギュッと凝固させてあげて、こう脱水させてあげる。そして、まあ、中にある旨味をギュッとさせてあげるっていう、まあ、意味合いがあります。で、こう焼いた後に、こう塩を振るっていうのは、このね、舌へのね、ダイレクトな、この、まあ、刺激だったりとか、食感だったりっていうところでありますよね。これこそ、先ほどお話しした、電動ミルでね、こう、尖った、こう、まあ、表面積の多い塩を、振ってあげるっていうところが、ここの部分になったりします。はい。はい。ということでですね、まあ皆さんね、気になるであろう、まあよくある、まあお肉には、まあ、岩塩、海塩どっちが合うんですかとか、お魚には海塩、岩塩どっちが合うんですかとか、いろいろまあご質問になると思うんですけども、私はですね、結果的に、何で見てるかっていうと、マグネシウムの含有量で見てます。はい。で、なぜかというと、まあ、今までね、こう私がご紹介してきた、例えば、フォンドボライユ、フィムレポアさん、まあ他にもね、いろいろ、まあ例えばアメリケーヌとかいろいろ、まあ、あるんですけども、基本的に私は、旨味を、こう、いかに、凝縮させるかっていうやり方をしてます。で、それを最大限に、こう、効果を発揮するのがこのマグネシウムになってきます。私のその料理理論のもう根幹はここの塩になってくるので、で、このマグネシウム、他ミネラルのですね、含有量に対して旨味がどれぐらい持ってくるか。で、その時にお客様の口に入った時にどれだけ口の中で爆発させるかっていう考え方になってくるので、ですので、私はここに答えというのは、海塩、岩塩どちらも使うことがあるっていうのが正解として、まあ、お答えさせていただきたいなと思っております。ですので、ここはですね、例えば皆さん実際にやるときに、海塩、岩塩両方持っててもいいと思うんですよね。で、その中で、まあ、普段ね、お使いいただいている中で、今日はちょっと岩塩で食べてみようかなとか、海塩で食べてみようかな、みたいな使い方でいいと思うんですよね。ただ、プロはいかにお客様にこう納得させていかなきゃいけないっていうところもあるので、ここをかなりですね、細かいところで考えながら、海塩と岩塩は分けて使ってますね。はい。で、そもそもじゃあ、どこで分けて考えるんですかっていうところなんですけども、私は、この海塩というのは非常に溶けやすい性質があります。はい。で、逆に、こう、岩塩というのは結晶がすごい強固ですので、溶けるまでに時間がかかるんですね。ここなんですよ。で、かつですね、海塩と岩塩でまた入っているミネラル成分が若干の差がありますので、じゃあどういうふうに取捨選択するかっていうのは、その料理に対して変更してます。はい。ですので、ここら辺はね、なかなかじゃあこの料理は海塩で、じゃあこの料理は岩塩でっていうところは、なかなかね、一つの動画でこうお伝えしていくのはなかなか難しいかなと思っているので、ここはね、ある程度こう省かせてはいただいてるんですけども、現場で私がまあシェフとして立つときは、ここ海塩、岩塩は確実に分けて使わせていただいております。はい。
はい、どうも、以上がね、塩のお話でございました。いや、ほんとね、この塩というのは、まあ、いろいろね、千差万別あるので、私は今回たまたまね、この、平釜園とホワイトロックの方をご紹介させていただきましたけども、このね、料理人人生の中で新たな塩が、こう出会った時に、こっちがいいなって思えば、多分もう、こう、そっちを使ったりとかっていうような感じですので、もう本当にいろんな塩ありますからね、もう、おそらくまあ、このね、動画を見ている、こう、料理人の方も、いやいやいや、違う違う違う、俺はね、こんな塩使ってんだよとかね、きっとあると思うんですよね。で、またね、そういうお話を、まあ、お酒を飲みながらね、キャッキャ話してる時が、こう、料理人としてね、最高に、楽しい時間だったりするんですよね。皆さんどんな塩使ってますかね？ぜひぜひ、コメント欄の方に教えてください。それじゃあね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。